3日前にうちのプランターに葉大根の種を植えてみました。1ヶ月で収穫できるっていうんで、どんなもんかなと思って植えたんです。3日前です。見てください。もう芽が出てきましたよ。こんな全部ちゃんと綺麗に揃って芽が出てきた。発芽率すごい高い。見て綺麗でしょ。楽しみだな。1ヶ月後どうなるかな。ちょっと何日かおきに取ってみますね。はい、今日で5日目になりました。こんなに大きくなりました。もう双葉がしっかり立ってます。5センチ以上あるかな。5センチ、7、8センチあるかなと。大きいやつはこの辺は5センチぐらいだけど、大きいやつは7、8センチあります。今日はお天気がいいので大きく成長して早く成長してほしいなって思います。楽しみ。ちなみに2年前に植えたビワの種、2年経って今このぐらいまでなりました。今はもう1メーターぐらいあるかな。80センチぐらいかな。1メーターぐらいあるかな。楽しみ。これもあと何年かしたら実がなるかもしれない。はい、種植えて1週間です。1週間、昨日一昨日と随分雨が降ったんでだいぶね倒れちゃったんですよね。ちょっとこのタイミングの雨は痛かったな。でも大丈夫だよね。間に本場の芽が出てきてる。本場の芽が出てきてますね。よし頑張れ。ついでにオリーブの実もつき始めましたよ。結構ね毎年オリーブの実はつくんですよね。でも食べ方がわかんないんです。いつもね食べらんないんですよ。オリーブオイル絞りたいなと思うんだけど絞り方がわかりません。誰か教えてください。はい、今日で2週間になりました。だいぶ育ってきた感じがしますね。ここしばらくちょっと天気が悪くて雨ばっかだったんでちょっと心配だったんですけど、どうでしょうね。2週間にしては小さいのかな、大きいのかな。これからね大きくなってきたらこれからどんどん伸びるのかな。そう期待しましょう。ではまた。3週間目相当大きくなってきましたよ。あと1週間で食べられそうな確かに気はしますね。今日は天気がいいのですごいさんさんと日が当たってます。大きくなれ。1ヶ月が経ちました。こんな大きくなりましたよ。見てください。こんな大きくなった。うわ綺麗、うまそう。綺麗に育ったよ。で半分はビデオ撮る前に忘れて取っちゃいました。で嬉しくてね取っちゃいました。ごめんなさい。で残りの半分これを収穫します。こう根元からこうなんかねすごいパリパリ折れやすいんですよ。これ取って葉っぱがね絡んで切れちゃうね。これね大根って言っても葉大根なんで別に大根はできないみたいですね。育て方が悪かったのかどうかわかんないけど、はい、1本こんな感じです。じゃあこれを摘んじゃいます。摘んで早速どうやって食べようかな。このぐらい取れましたよ。結構取れましたよね。スーパーで1包み以上はあるかな。2包み3包み分ぐらい入ってるかなっていう感じがします。今日はこれを半分浅漬け半分はサラダにしてみたいと思います。まずはね重さを測ります。今日は半分ぐらい使いますけども、後で入れる塩の重さを決めるために重さを最初に測っておくととてもやりやすいです。だいたいね 100g ぐらいですね。で浅漬けの時には、重さの 2% ぐらいの塩を使うといいので、今日の場合は 2g ですね。ティースプーン小さじ3分の1ぐらいです。これを刻んでいきます。まずは根っこだけはちょっとね取りましょうね。本当はね大根なので根っこも多分食えるんですけど、ちょっとこの浅漬けにするにはちょっと食べにくいかなと思うので根っこだけは切っちゃいます。でこれをあとは刻んで、漬物なんであんまり大きくない方が食べやすいかなと思うので刻んでいきます。
葉っぱの方はね多少大きくてもねこう潰れるのでまあ大丈夫と思いますけど、ちょっとこんな感じで刻んでみます。はい、そしたら今度これをボウルに入れます。ビニール袋とか使ってもいいんですけど、環境汚染を心配して、なるべく使い捨てのプラスチックバッグを使わないで頑張ってみたいと思います。ポリ袋を使うととっても簡単です。ポリ袋に入れてもみもみして、塩を入れればできちゃうんで、はい、こんな感じになりましたね。これに 2g の塩なので小さじ3分の1ぐらいの塩ですね。これを回しかけてこれをよく合わせます。全体にまんべんなくこう塩が行き通るようにします。もみ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 、これだけでもねもうなんかうまそうなんですけどね、大根のね葉っぱのねすっごいいい香りがするんですよ。お店で大根で葉付きのものが売ってたらね超嬉しいなと思うんですけどね、いつもね買ってきて炒めたりとか漬物にしたりとかするんですけど、あんまりね売ってないんですよね。葉付きの大根ってね葉っぱがだいたい切り取られちゃってるんで、こんな感じです。もうこれでいいので、日本にはねこういう便利なのがあるんですよね。この漬物浅漬け作り器の器に入れて、この重しをしておくだけ、これだけでね浅漬けができちゃうんだからね便利ですよね。はい、これで半日ぐらい置いとけば十分食べられるようになります。この浅漬けなんですけど、作る時に今日は塩だけ入れましたけど、漬け汁としてお酢とか、あとは粉末のだし、それとかお砂糖ですね。お酢を入れるとちょっと酢が立つので、お砂糖を入れて、合わせて漬けるとまたなお一層美味しくなりますよ。じゃあこれは冷蔵庫で保管します。残りのこの半分、こっちはサラダにしたいと思います。でもその前に準備は必要でして、大根はちょっと置いときます。水の張った小さいボウルがあります。大根だけでさすがにつまらないのでわかめを入れたいと思います。これドライのわかめですけど、これを水に浸しておくと10分ぐらいで使えるようになります。まずはこれが先ですね。はい、で大根の葉っぱです。これもちょっとサラダにするにはちょっと根元は食いにくいので、根っこは食いにくいので根っこだけ切っちゃいます。はい、あとはザクザクっといきます。ザクザクっといきます。ザクザクっと、さっきの漬物はかなり細かく刻みましたけど、サラダなんで少し大きい方がまだいいかな、そう思うんでこのぐらいに、このぐらいです。このぐらい、うまそう。これだけでうまそうだね。さてこれをまたボウルに移し替えます。はい、これにわかめを和えます。わかめはちゃんと水を捨てましょうね。わかめの水を切ったのでこれを混ぜます。はい、でこれだけだとちょっとあっさりしすぎるので、今日はこれにツナ缶を加えてみたいと思います。これツナ缶ね、これあると便利ですよね。1個あるととても便利ね。缶切りもいらないし。はい、これを入れます。ただ油はちょっと捨てたいので油は切ります。はい、油を切ったのでこれを中に入れます。これだけだとちょっと色味が寂しいので、これにちょっと唐辛子を入れたいと思います。で輪切りにした唐辛子があるのでこれを入れます。どうですか？こんな感じですね。これだけでももう美味しそうなレベルなんですけどね。はい、これにあとはドレッシングをかけていただきましょう。さあできましたんでいただいてみます。半日ぐらい漬け込んでおくともう十分浅漬けになります。みずみずしい、見てください。このみずみずしい緑色、青色ね、美味しそうです。いただきます。ご飯なんかと食べるとすごい美味しいと思います。少し水が出るのを絞って食べると美味しいと思います。そのまま食べるとちょっとしょっぱいので水は少し絞ってくださいね。おいしい。割とサラダもどうですかね。もう取れたて野菜をサラダにする喜び最高ですよこれね。でドレッシングも自分で作りました。
和風ドレッシングが合うと思います。海藻が入ると、わかめとか海藻が入ると、やっぱり和風醤油ベースの和風ドレッシングが一番合うと思います。シャッキシャキの野菜、最高ですね。取れたて野菜のサラダは葉っぱのシャキシャキ感が全く違います。この大根の葉っぱ、少し辛みがあるんですよね。ピリ辛っていうぐらいの辛みがあります。この辛みが夏にはうまいと思いますよ。さあ皆さんいかがでしたか。1ヶ月かけて大根の葉大根を育ててみました。そしてその葉大根で浅漬けとサラダを作ってみました。やっぱ自家製は最高です。皆さん見ていただきましてありがとうございました。また